はてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、カットイン演出についてです。以前の配信では、カットイン用の画像とマスクを使用して、カットインのアニメーションを作成しました。今回はスキミングエディターでボーンを設定して、カットインのキャラクターが動くようにしてみます。まずはカットインで使用する画像を編集します。最初に行うのはパーツ分けの作業ですね。今回のサンプルでは紙揺れを自然な動きにしたいので、前髪、横髪、後ろ髪というような感じで分割しました。1枚のイラストからパーツ分けを行う場合だと、紙で隠れている部分など、分割した際にできる空白については、あらかじめ書き足す必要があります。とりあえずはパーツ分けの作業が完了したので、続いてはスキミングエディターを使用して、カットインのキャラクターにボーンを設定します。スキミングエディターの基本的な使い方については、以前の配信で確認できます。大まかな流れとしては、ボーンを作成して配置、メッシュの編集、メイトの編集というような感じですね。ということで、まずはボーンを設定します。今回のサンプルでは、左のようにボーンを配置しました。パーツ分けの作業で分割した紙の形状に合わせて、それぞれボーンを作成しています。ボーンの数を増やすと、紙の動きを細かく制御できるようになりますが、パフォーマンスにも影響するので、バランスが難しいですね。とりあえずはボーンの設定が完了したので、続いてはジオメトリーツールでメッシュを編集します。紙のパーツについては左のように編集しました。滑らかに動かしたいパーツはメッシュを細かく分割して、あまり動かさないパーツについては粗めに分割する感じですね。紙のパーツは滑らかに動かしたいので、メッシュを割と細かく分割しました。とりあえずはメッシュの編集が完了したので、続いてはメイトを編集します。今回のサンプルでは、左のようにメイトを設定しました。紙パーツの根元については、あまり動かしたくないので、親ボーンの影響を強くしています。ボーンのつなぎ目付近の頂点では、複数のボーンが影響を与えるようにすると、変形が滑らかになりますね。ボーンとメッシュの編集が完了したら、アプライボタンで保存します。これでカットインのキャラクターが動くようになったので、続いてはアニメーターでボーンの動きを登録します。今回のサンプルでは左のような感じで顔の角度を変更するアニメーションを作成しました。顔の動きに合わせて紙に設定したボーンの角度を調整します。今回作成するカットイン演出は
キャラクターの動きがポイントとなるので、なるべく自然で滑らかな動きにしたいですね。これでキャラクターのアニメーションは完成したので、続いてはカットインのフレームと連動して動くようにします。カットインを表示するアニメーションについては、以前の配信と同様にルートインで作成します。今回の場合だと、カットイン枠やテキストはキャンバス内で作成しますが、キャラクターはスプライトレンダラーなので、別々に動かすことにしました。実装のイメージとしては、こんな感じ。カットインの枠はレクトトランスフォーム。動かすキャラクターはトランスフォームで位置を設定します。今回のサンプルでは、カットイン演出を開始するタイミングに合わせて、スケルタルアニメーションが再生されるようにします。カットインの枠やキャラクターを移動させる処理ですね。ゲーム画面にカットインを表示するときの座標。画面外まで移動させて、非表示にするときの座標。初期位置の座標をそれぞれ入力します。サンプルではカットインのフレームを左上に移動させる感じですね。とりあえずはカットイン演出の設定が完了したので、エディター上で動作を確認してみます。ボス戦については、攻撃を回避してレーザーを跳ね返すだけなので、楽曲のリズム関連の UI や背景の街などは非表示にしています。キャラクターが動くカットイン演出も良いですね。今回はスケルタルアニメーションを作成しましたが、ライブ 2D モデルをカットインで使用したいというような場合は、レンダーテクスチャーを使用してライブ 2D モデルをローイメージに表示するというような感じで実装できますね。ということで、本日はスキニングエディターでボーンを設定して、カットイン演出のキャラクターが動くようにしてみました。ご視聴ありがとうございました。